皆さんおはようございます。ぶらり鉄旅チャンネルです。現在の時刻は6時15分。東京駅丸の内広場に来ています。今日は皆さんに東京駅の駅舎を紹介します。さて、丸の内駅舎の外観から見ていきたいと思います。駅舎は2012年に復元工事を終え、開業当初の姿を取り戻しました。逆に言えばそれまでは元の姿は失われていて、仮の姿だったということです。具体的には3階部分が空襲を受けて消失、その後2階建てとして再建されたのでした。よく見ると2階部分と3階部分はレンガの色が違うんですよね。丸の内中央口に来ました。実際は駅舎の中央というわけではなく、本当の中央口は天皇陛下や大使などが使う専用の出入り口になっています。こちらですね。普通の人がここを通る機会は全くありません。信任状方程式が行われる際には馬車や車がこの出入り口につけて、儀式が行われる皇居に向かうことになっています。行幸通りを馬車がたくさん通る姿は実際に見てみると伝統を感じられます。この広場も、復元工事の前はタクシープールだったのですが、随分立派な広場になりました。駅舎は免震構造で、建物は免震ゴムなどで地面とは分離され宙に浮いているような構造になっています。こういう感じで、入り口は橋がかかっている感じですね。ここにも説明がありますね。免震構造にするのはかなりの難工事だったようです。建物が揺れすぎると中央線の高架橋にぶつかってしまう可能性があったそうで、配慮が必要だったそうです。さて、そのまま駅の中に入っていきたいと思います。立派なドーム構造がお出迎え。電光掲示板を見てみると、すでにかなりの電車が発着しているようですね。私は東北出身なんですが、東海道新幹線の数分間隔で出るのぞみを見ると毎回驚かされます。はやぶさは1時間に1本ですから。上を見上げると復元工事で元の姿を取り戻したドームです。天井から柔らかな光が差し込みます。復元する際の資料も少なく、かなり苦労した部分のようです。駅の中では一番の見どころと言えそうです。天井付近には8羽の和紙が取り付けられています。また、干支のレリーフが8箇所のコーナーにあります。残りの4つのネズミ、ウサギ、馬、鳥は省かれているだとか。さて、床を見てみると何やら不思議な幾何学模様ですがこれは2階建て時代の天井の模様だそうです。過去の建築への尊敬の念がここに示されています。さて、入場券を用意して改札内に行ってみようと思います。まだ6時台ということで本格的なラッシュの時間帯ではないはずです。自動改札機はほとんど黄緑色の IC カード専用に置き換わっていて、紙の切符ユーザーはなんとも肩身が狭い感じです。東京駅は漢字の目のような構造をしています。渋谷駅や新宿駅よりはかなり単純な構造なので比較的迷いにくいと思います。今私がいるのは北通路で、近年リニューアルされたので綺麗です。南通路はここと比べると若干ごちゃごちゃしています。昔は北口が乗車口、南口が降車口と完全に分けられていて変わった使われ方をしたのでした。5、6番線ホームにやってきました。今見ているのは北側、神田駅方面です。もう神田駅が見えていますね。田舎出身の人からするとありえない光景です。さて、振り返ってみるとまだあまり人はいませんね。向こう側の東海道線ホームとは段差があり、コンコースにも段差があります。有楽町型では何やら工事をしているみたいです。少し前までかなり古そうな屋根の鉄骨や、国鉄時代特有のアスファルト剥き出しのホームなど、昔ながらの設備が残っていましたが、今は残念ながら撤去されています。10番線の東海道線ホームにやってきました。0キロポストがあります。他の番線の0キロポストはおしゃれになっていますが、ここは距離表まんまのスタイルで目立ちにくいポイントになっています。このホームの屋根はソーラーパネルが設置されていて、ここだけ先進的な構造です。走
行しているうちに品川行きの常磐線がやってきましたね。反対側の9番線側に来ました。天井はかなり複雑な柱で支えられていて、よく見るとリベットで固定されていますね。たまに木造の柱というのもあります。エレベーターは中が透けて見える構造です。安全対策ということでワイヤーが何本も用意されていて、1本くらい切れても大丈夫なように設計されています。このホームは浜口おさち首相遭難現場ということで、銃で撃たれて一時的に回復したものの亡くなるという事件が起こった場所でもあります。首相は体を支えられながらこの階段を降りていったものと思われます。そのくらい歴史のある駅だということですよね。東北新幹線乗り換え口に来ました。入場券を入れれば中に入ることができます。東海道新幹線と違ってここからは北海道や秋田、北陸方面など様々な場所に向かうターミナル駅で変わった性格を持ちます。どちらかというとビジネス客より観光客が多いです。さて、この改札口は鉄道特有の複雑な切符の仕組みの関係か改札を通れない人が多発します。IC カードをタッチしてから切符を投入など、旅行に慣れているとわかりますが、一般の人には一見わかりにくいシステムです。さて、東北新幹線ホームにやってきました。開業当初はホーム一つに線路が2本というかなり狭い構造だったそうですが、今はホーム2つに線路4本になりました。それでも様々な行き先があることを考えれば狭い気もしますが、ホームを増やすために中央線を高架化したり、東海道線ホームを潰したりと割と大変だったようです。それと比べると東海道新幹線は6つの線路が用意されている贅沢な作りです。向こう側に見える高い部分の線路が中央線です。昔は他の線路と同様に並んで設置されていました。神田駅からはかなり急な坂を登っていくことになり、乗り換えも少し不便です。しばらく待っていると E2 系が回送列車として入線してきました。E2 系といえば長野新幹線開業や、八戸開業など新時代を思わせる新幹線車両ですが、今では数を減らし、なかなか見るのも難しくなってきました。E5 系でさえ後継車両がすでに発表されていることを考えると時間が進むのは早いなぁと毎回思わされます。東海道新幹線はホームドアが整備されていますが、東北新幹線は整備されていません。ここに立てばいい感じに写真に収められるスポットです。ご乗車になりませんようお願いいたします。E2 系のロゴはリンゴをイメージしたものになっています。2010年製造ということで、実は E5 系とはあまり年が変わりません。面白い構図を見つけました。手前の E5 系は尖った印象ですが奥の E7 系は丸いですね。なぜ違うのかというと最高速度が違い、求められる形が違うのはもちろんですが、奥の新幹線の設計は JR 西日本が関わっていて、500系新幹線をイメージしたキャノピー型になったという経緯だと記憶しています。さて、東海道新幹線の改札に来ました。相変わらずすごい本数です。下手したら山手線より多いかもしれません。東海道新幹線は世界で一番最初の高速鉄道で、一番列車は今いる19番線から出発しました。新大阪型のホームの端にはこんなものがあります。ここにはそごう新地元国鉄総裁のレリーフがあり、新幹線計画を進めた人物として知られています。その後新幹線の建設予算の超過の責任を負う形で退任しましたが、結果的に新幹線はうまくいき、現在の形になりました。残念なエピソードとしては、新幹線の出発式に招待されなかったというものがありますが1973年には功績を称えてここに記念碑が建立されたということです。同じ色の、同じ形式の新幹線がたくさん出発を待っていますね。
東海道新幹線は全ての車両のドア位置が同じなので、東北新幹線と違いホームドアが完備されています。これは最近設置されたコーヒーとアイスの自動販売機ですね。のぞみブレンドや光ブレンドなど面白いネーミングです。コーヒーを待つあまり駆け込み乗車にならないように注意したいものです。アイスの自動販売機は、31の他に硬いアイスでおなじみのスジャータのものもあるそうです。中央乗り換え口の階段付近にはこんなものがあります。少し見にくくて普段使っている人でも知らない人が多いかもしれません。この鉄道は日本国民の英知と努力によって完成された、古めかしい記念碑で、文字もガタガタしていますが逆に威厳があってかっこいいと思います。注目ポイントは英訳がニュー東海道ラインになっているところですね。今でこそ新幹線で通じると思いますが、おそらく当時は新幹線は在来線の延長線上のものと考えられていたのだと思います。そもそも新幹線という前例がないですから、東海道線が進化した新しい幹線鉄道として作られたのでしょう。改札を出て、丸の内中央口付近にやってきました。これから総武地下ホームに行ってみようと思います。成田エクスプレスはこのホームから発着しています。階段を降りているとまさかの近鉄の広告が流れていました。確かに今は万博期間中ですし、東京駅での宣伝効果は抜群かもしれませんね。新塗装になった特急が止まっていますが、珍しく6両しか繋いでいませんね。普段の成田エクスプレスはここで連結して12両になるのですが、ここの地下ホームは国鉄時代に取り残された感じになっています。外国人が特急でやってきて降り立つホームがこんなに古臭いのもどうかと思いますが、1972年に開業して以来、このホームはあまり手をつけられていない印象です。そんなホームですが、ここを走る総武線の車両は近年新型になり、令和の電車が発着するようになったのが面白いですね。よく見ると色が違うタイルが間隔を空けて並んでいますが、これは穴を開けてアンカーを打つ工事を行った後だそうです。以前から地下水の上昇に悩まされていて、放置していると水圧で破壊されたり液全体が浮き上がる恐れがあるため、この通りアンカーを打ち込んで、無理やり地面に固定する工事を行ったそうです。トンネルの漏水も深刻で老朽化もかなり進んでいます。ここに怪しげな出入り口があります。一応ちゃんと案内されているので正規ルートです。ここから地上方面に上がってみようと思います。正直通るたびに不安になる通路です。防犯カメラ作動中の看板が特に怖いですけど、信じて進みます。いつも人がいないので、安全のためにカメラが設置されているのでしょう。ということで早送りで登っている様子をお届けします。こうやって登っているとかなり深い場所ということがわかりますね。ここからはいつもの風景といった感じです。総武線ホーム周辺にはコインロッカーが大量にあるので便利に使いたいものです。埋まっているのは見たことがありません。一旦外に出てみました。何気なく素通りしがちな駅周辺ですが、周りにあるビルについて見てみようと思います。こちらのビルは、切手丸の内、です。下の白い建物は旧東京中央郵便局で建物はそのまま、上にビルを付け足した形です。近年は古い建物は保存するという流れがあって、とてもいいと思います。この屋上のデッキからは東京駅をきれいに写真に収めることができます。こちらは丸の内ビルディングです。丸の内の高層ビル群の先駆けで、新宿や渋谷と違って荘厳なデザインになっています。丸の内のビルは低層部のファサードが立派なのが特徴的です。昔の規制である百尺規制の名残で、今もほとんどがその高さで揃っています。このビルは新丸の内ビルディング。こちらはモノトーンでまとめられていて、無機質な感じでかっこいいビルです。木で隠れていますが北側には丸の内オアゾがあります。
ここはもともと国鉄本社があった場所ですが、綺麗さっぱり解体されて再開発されました。もうちょっと後の時代だったら、保存して再開発されていたかもしれませんね。この駅舎にはステーションホテルという高級ホテルが入居しています。一度は泊まってみたいものです。北口に戻ってきました。丸の内から八重洲に出るには北口にある自由通路で行けます。逆に言うと、現状南口には自由通路がないので不便ですが現在自由通路の建設工事中で数年後には完成する予定になっています。この通路にもコインロッカーがかなりありますが、ゴールデンウィークになると割と埋まっているので要注意です。八重洲口は歴史的な街並みの丸の内口とは打って変わって近代的な外観と大きな屋根が特徴的です。今でこそ風通しの良さそうなデザインですが、昔は大丸のビルが壁のように立っていて風通しがすごく悪く古臭い感じでした。大丸はその後立派に建て替えられて、今も八重洲口の一等地に存在します。ホテルメトロポリタン丸の内もあります。振り返ると、とても高いビルが目を引きます。2022年に開業した東京ミッドタウン八重洲です。上層階にはブルガリホテルという超高級ホテルが入居しているそうです。また、地下にはバスターミナルが整備されここに集約されています。小学校も入居していて何かと特徴的なビルです。さて、八重洲口は丸の内口と違って狭い土地に雑居ビルが並びます。このように丸の内は広い武家屋敷、八重洲は商人の町だった名残で、丸の内は大きなビルがたくさん建っていますが、こちらはいい意味でごちゃごちゃした街並みになっています。振り返ると奥には汐留のビル群が見えます。旧新橋駅を再開発してできたビル群ですね。八重洲側も東京統治など今後も積極的な再開発が進みますので、期待ですね。ということで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をぜひお願いいたします。